当チャンネルでもおなじみ、政令指定都市川崎市の代表駅、川崎駅。東側は市内の古くからの繁華街で、駅ビルアトレ川崎と接続している。今でこそ駅周りに大きくてきれいな商業施設ができているが、戦後に労働者が急増したこの川崎にはドヤ街が存在している。以前八丁畷駅の動画で紹介した日清町が比較的知られるドヤ街だが、今回はもう一つのドヤ街を目指す。川崎駅から南東へ1キロ弱の貝塚という地区。ここに知られざるドヤ街が存在しているというのだ。川崎の繁華街も実にネタが豊富そうで惹かれるが、今回は貝塚をじっくり歩きたいので我慢だ。第一京浜の向こうが貝塚となる。この道から入っていこう。少し進むと山谷や寿町に似たダウナーな空気を感じる。そろそろドヤ街に該当するとおぼしきエリアだ。しかし歩いてみると住宅街やマンション、幼稚園までが混在していて、日清町のような異空間という感じはない。古い建物が取り壊され、新しい家屋、マンションを建てるケースも少なくないようだ。ドヤ街だった名残はどんどん消えている模様。お、いいもん見つけた。銭湯吉野湯。佇まいが渋すぎる。おそらくドヤ街が全盛だった頃から住人たちの汗を洗い流していたであろう古い銭湯。建物や煙突も渋いが、背後にそびえるマンションがなんだか今の時代を象徴しているようだ。商店街もあり、現役の店舗もたくさんある。とりわけこの金沢食堂は地元でも労働者のオアシスと人気の店だったが、入り口に店は閉店しましたと書かれている。他にも町中華や飲み屋など哀愁を感じる古い店舗が軒を連ねる。この通りもかつては楽器があったんだろうな。
労働者の胃袋を支え、明日の活力になったであろう店も、今は静かに佇んでいる。閉ざされたシャッターの向こうに、当時の賑やかな声を探してしまう。実は以前には日清町のように簡易宿泊所の地図が書かれた案内板があったそうだが、探しても見つからなかった。案内板を当てにドヤの名残が見つかると思っていたため、これは痛い。つまりそれほどドヤ街だった面影は静かに消えつつあるようだ。残っている古い建物や看板が、かつて人間の泥臭い営みがあったのだと語りかけてくる。最後にかつて日雇い労働者の寄せ場になっていたという富士見公園へ向かうとしよう。途中にあった川崎病院はまるでそびえ立つ要塞だ。すごいですね。補強のバッテン印もなんだかいかつい。そしてこちらが富士見公園だ。球場や広場、川崎競輪場も園内にある。かつて寄せ場だった頃は、多くの手配師のワゴン車が乗り入れ、ドヤ街から、もしくは付近の無宿者一同が仕事を求めて公園に集まる光景が見られた。川崎の片隅で時代の荒波を最前線で受け止めてきた貝塚。街が姿を変え、記憶が薄れゆくのは必然かもしれない。けれど、この場所がかつて誰かの切実な居場所だったこと、その事実だけはこうして映像に残しておきたいと思った。皆さんの目には今回の景色どう映ったでしょうか。冒険は続く。